最近はもう本当にね合宿所に住んでるからね。ザ・ファーストの時もそうだったけど極力リモートにはしてもらってるけど、どうしてもフィジカルで戻んなきゃいけない時とかは、だからスーツでたまに出てきたりするけど。じゃあ頑張って。ありがとうございます。なんか歌詞に気持ち入る感じでお願いします。はい、お願いします。じゃあね。お願いします。審査がどんどん進んでまいりましたけれども、いよいよ本当でも分かんなくなってきましたね。分かんなくなってきたっていうのは単純になんか実力が拮抗してっていうことよりは、想像できる夢の種類が広がったっていうのが本当に大きくて、ザ・ファーストの時の竜兵が中2でデビューしたを考えても、葵とかがあそこまで安定してきたりとか、はるくんがあそこまでラッパーとしてのスキルを磨いてきたりとか、もう亮斗くらい圧倒的な声持ってたりとかってしちゃうと、新しい世代の何かができそうだぞっていうのを感じるし、ゴイチ、タイチ、ライキ、レン、ユータ、ケイ、実力が伸びただけじゃなくて意識として本当プロ意識っていうものが目に見えてついてきてるんで、ルイや大輝やカノンまだ頭一つ抜けてるのはやっぱ事実としてあるけれど、それが必ずしも同じタイミングで同じグループでデビューをするよっていうことだけが本当のゴールなのかっていうことに関してもちゃんとゼロから向き合って考えないといけないと思ってる。これどっちでも言えるんだけど、ルイや大輝やカノンが本気であるようにカンタやアダムみたいな未経験者だって本気なわけですよね。逆も言えて、今めちゃくちゃみんな努力してる。なんだけどルイはレギュラーになれるかなれないか分かんないまま、ベンチ入りのメンバーのままずっと今4年間練習をしてる野球部員と同じ状態なんで、その重みは感じる。やっぱりすごい。そこを組んであげたいとかそういうことじゃない。いや、そういうことじゃなくてそれを感じる。だからこそ中途半端に決めたくないですよね。絶対デビューはしてもらうと思ってるし、ベストの形でデビューしてもらいたいと思ってるけど、それがどういう形なのか、仲良しだから同じグループになるわけでもないし、そういうのはもう全部フラットに見ないといけない。それがどういう形であるかはまだちょっと分かんないですけど、ただ本当それこそ自分も並列して並んでパフォーマンスするわけなんで、本気でしっかり頑張んなきゃなと思ってます。なんとなって全力を抱いてキスを超えてゆけ、かっこつける余裕はないね、聞く気なんてないジャッジメンタル、最高だって命をかけて運命を買いに行け、もうビビってる場面じゃないぞ、君のその無謀を全て愛そう、自分で選ぶさ、なんとなって全力を抱いてキスを超えてゆけ。ああ、そっち系ではありえない。なんか食らってる系。確かに。これさ、手はどこまでやるの？飛ばしたいか。こういうこと？あ、飛ばした？その振り一個一個にそこちゃんと意味を込めて作るっていうのは意識してた。全力を抱いてキス、なんか食らって立ち上がってキスを超えてゆけ。ああ、自分でつけてるよりもなんか相手から確かに罵倒食らってうーってなってる、超えてゆけ、なんか燃え上がる闘志、なんか復活みたいな、あれプンって復活みたいな、燃え上がるって感じ。最高だって命をかけて
疲れた。やばこれはかっこいい。ヒットいく。確証がここに確証が書かれてます。ここの中にどっか確証が書かれてます。うわ片賞片賞これマジで当てたい。マジで当てたい。もうちょっと絞る。片賞付近だね、思い出。波？海？背泳ぎみたいな波に当てる的なよそうそうそう。ここで海を感じてほしい。本当だ、片方だこれ。これ片賞片賞分かりづらいよ。俺らしか分かんないからこれは。はい、やっていただいて、大きく、そしたらキック小さくで平井さん歌うと思うからあれなんですけど、いや、ここね歌わない。あ、歌わない。一緒に歌うならばせっかくなので、しっかりと食いに来てほしいということで、俺からマイク奪う気持ちで、全力もうリスペクトし合った上で自分のエゴを 100% 出すっていうのをちょっと思いっきり頑張ってもらいたいなと思ってます。俺からマイクを奪う、俺から主役を奪う、俺の曲でというエゴ出しをみんなに頑張ってもらいたいなと思っております。というわけでやってもらおう。ガッと主役をなんかこんだけ技術のことめちゃくちゃりょんりょん先生と俺で教えて、最後は気持ちっていうね、最後気持ち全出しでいった方が、気持ち引くとリアルにベロも引っ込むし喉も引っ込むしで声裏返ったりとかするから気持ち前でいこう。はい、お疲れ様でした。すごいよ、みんな最初より10倍ぐらい声出てるよ。ありがとうございます。社長のさ、心意気じゃん。それが映ってんだ。こんなに一生懸命やってくれるさ、社長に答えようよ。明日本番最後1ヶ月分全部ぶつけて、一生分全部ぶつけて伝説みたいに後々に言われる日を一緒に作りましょう。俺も楽しみにしてます。
では明日伝説作りましょう。ありがとうございました。もう一回14人で見させてほしいと思っています。次の審査をもってして最終審査に向かうのはこのメンバーですっていうのをより絞った形で提案させてもらいたいなと。あーすげえオリンピックよいしょ熱い熱い熱いわえいおおやばいやばいやばいおおすごっこれ早っ火やばっ火でかっということで皆さん燃え盛る炎のような1ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。各々の人生の中ですごいこれの1ヶ月があってよかったなって思える今後の一緒になってくれるように応援し続けるんで、まずは明日刻み込みましょう。はいはい日高さんちょっと手紙をみんなでマジで書いてきたのでしまった。そのパターンあるんだ。ちょっと一人ずつ読ませてください。お願いしますぜひアダムかすいません。俺も立つよ。日高さん、まずは応募時から約半年間もう最高な環境で大きな夢を追わせていただいて、そして音楽を楽しませていただいて本当にありがとうございます。こちらこそです。この期間日高さんのおかげで今まで味わったことない成長を自分も感じられたし、もっともっと音楽が好きになりました。今何を見ていたあなたの目を見てた強いて言えば歌詞がすごい大事な曲でもあると思うので、子音がもう少し押し出されると歌詞がしっかり聞こえてきて、歌詞をセリフかのように入れることができるタイプのアーティストの方だと思うので、今度は僕が日高さんに大きな夢をお見せできる存在になれるように頑張ります。まだまだ未熟で至らない点も多いと思うんですが、今後も日高さんからたくさん学ばせていただけると幸いです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、日高さんへ、今回はザ・ラストピースっていうプロジェクトを行ってくださって本当にありがとうございます。こちらこそです。このオーディションに参加してすごい人間としてアーティストとしてすごいレベルアップできたってとても感じてます。自分が持ってるその質問症っていうのをなんか関係なく人間性とか音楽っていうものだけでこのオーディションの中で評価してくださるのはすごい自分の中ですごい感謝の気持ちもあるし、すごい今までの人生がすごい救われたなっていうふうに感じてます。こちらこそです。自己紹介どうぞ。はい、すみません。高校2年生のカンタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？まあまあ緊張はねしますよね。お、また来たんだカンタ君くらいの気持ちでお願いします。はい、友人くらいの気持ちで見させていただきますんで。本当に改めて本当にこのオーディションに参加できて本当に良かったです。日高さんにいつか自分の音楽で感謝を伝えたりとか今までの恩返ししたいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はいさん。まずはこの合宿期間の1ヶ月間身近な存在になって僕たちを導いてくださって本当にありがとうございます。こちらこそです。今回オーディションとは思えないほどみんなで楽しい時間を過ごせて、その音楽漬けの毎日がすごく自分を成長させてくれました。僕自身 BMSC トレーニーになるまではただ先が
ただ先が見えなくてすごいただすごい閉鎖的な環境でただ努力し続けてきたのが去年の3月からトレーニーになって何もかも変わりました。好きな音楽を共有して一緒にやれる仲間がいて毎日の練習が刺激的で音楽を純粋に楽しめている感じがしました。トレーニーとしてラスピに臨んでいる今のこの瞬間も自分にとっては本当に夢のようです。愛してんぜねいろ You're my baby めっちゃいい。もう太一と一番付き合い長いの太一だからさ、太一が太一の大ファンになってあげてほしいな。これは親御さんにも感謝したいけど、なんかここまでこういう謙虚かつ誠実に過ごしてくると、スマホ次触れるタイミングでありがとうちょっと言っといて、お母さんに今こんなに暖かい環境で僕が大きな夢を見れているのも全部日高さんのおかげです。明日はアウトダラスと全力で楽しんで遊んでステージに立ちたいと思います。いつも本当にありがとうございます。大好きです。こちらこそありがとうございます。はい、日高さんへ。3年前にアーティストを目指す最後の挑戦として受けたトレーニーオーディションで社長が僕の人生を色鮮やかに変えてくれました。不安な時も消えてしまいそうな時も諦めず今こんなに幸せでいられるのは日高さんについていけば大丈夫だっていう圧倒的な安心感を与えてくださっているからです。本当にありがとうございます。そうです。日高さんに夢の見方を教えてもらい、今僕は人生で一番でっかい夢をいっぱい見れてます。そしてこれからもそれは増えていくのは間違いないです。僕にとっては本当にトレーニング期間が青春です。そしてデビューしてからも青春なのを先輩たちが社長が体現してくれているので、例に漏れずもっともっと青春していきたいです。いやそうもちろんめっちゃいい感じ。伸びなあかんってことやね。いやでもめっちゃいいのよ今ずっとおいいねおいいねいいねってなってからなんかバンって伸びたいね今。なんかYou're my baby 二人深い世界愛し合う改めて僕に居場所を作ってくださり、夢が何か分からなかった自分に夢の見方を教えてくださった社長、本当にありがとうございます。こんなに最高の人生は他にありません。もらった恩は倍以上で返します。ありがとう。日高さんへ、いつも最高の夢を見せてくださって本当にありがとうございます。 BMSG と出会ってから毎日が新しいことで溢れていて、ずっと憧れだった日高さんが今では僕の夢に本気で向き合ってくださっている毎日が信じられないほど嬉しくて幸せで言葉になりません。この BMSG の下で過ごす日々が色あせないように僕は毎日日記をつけています。見返すたびに日高さんからいただいた言葉や思い出が胸に響いて前に進む勇気をもらえます。今曲によって結構発声を変えてくれてると思うんだよね。そうですね。ケイ君みたいに本当にいろんなことができる器用なタイプの努力っていうのもあると思うんだけど、まだまだ夢見ていいと思うし、ありがとうございます。まだまだ伸びるって自分のことを相当信じてくれていいと思います。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ザ・ラストピースでは夢に全力で射止める環境を用意してくださって、アーティストとしてそして人間としての成長も毎日感じることができています。うまくいかずに悔しさでいっぱいになる日もあるけれど、大好きな音楽と大好きな仲間たち、信頼するスタッフさんたち、そして何より大好きな日高さんと過ごす時間はかけがえのない宝物です。命を懸けて僕たちの夢を導いてくださる日高さんの思いに必ず応えたいし、
日高さんのように受け取った愛を何倍にも大きくして誰かに届けられるアーティストになります。どうかお体には気をつけてずっと僕たちの最強なボスでいてください。一生ついていきます。明日は本当に自分の人生とこのラストピースで得たことを全部ぶつけて命をかけてパフォーマンスします。ありがとうございます。日高さんへ、人生が変わるという言葉はどこか信じられないなと思っていましたが、 BMSG に所属してから、特にラスピが始まってから本当に人生が変わったなっていうことを実感しました。それは僕自身の生活が変わったことよりももっと内面の成長に由来してるなと思います。周りからの意見に振り回されて自分を見失ってしまった2024年、本当に辛い1年だったんですけど、そして自分がすごい大嫌いでした。だからたくさん服を着込んで弱くて嫌いな自分を隠していました。でもラスピが始まって社長に服を脱いでありのままの自分を見せてほしいと言っていただき、こうユータのスタイルとしてあるかっこいいユータのスタイルっていうのがなんかこう一本こう大きくあったとして、そのスタイルに寄ってくように見える時が多いんだよね。一回逆のもう人間としてのユータ、この服かっこいいなと思ってこう着てくっていう作業よりはもう服を脱いでいく作業、自分が本来持っているものを慈しむっていうか、それで良いと思うんだよね。それから日を追うごとに心が解放されていきました。より音楽やみんなのことを大好きになりました。そして何より自分のことを愛せるようになりました。そう思えるのは間違いなく日高さんがいつもくださる言葉やこの環境だなって思います。こんなに人生が変わって楽しくて宝物になる1ヶ月間はきっとどこを探してもありません。本当にこのラストピースをに参加させていただきありがとうございます。ありがとうございます。そして本当に大好きです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。近いな。近いですね平子さん、BMSG のトレーニングとして約1年半ほど日高さんと関わっていただいていますが、本当にいつもありがとうございます。こちらこそ。これまでもお忙しい中にもかかわらずトレーニング合宿とかに来てくださったりとか、課題曲とかいろんな面でいろんな場面で日高さんにとても感謝しています。ザ・ラストピースが始まってからは日高さんと関わらせていただく機会がとても多くなったんですけど、毎回の審査とかその練習の時とかに僕の相談に乗ってくれたりとかそのアドバイスをくださったりとか、そのフィードバックの時とかもいろんな僕の成長につながることとかを言ってくださって本当にありがとうございます。どういうアーティストになりたいみたいな夢ってどんな感じなんですか？今現状だとなんていうかな、一番隅で踊っててもなんかかっこいいし目が吸い寄せられるみたいなアーティストになりたいです。なるほど、いいね。なんか具体的で楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろな日高さんからの嬉しいお言葉をいただいて本当にいつもなんていうのかな、本当に感謝していて、すごいこれからも楽しみです。なのでこれからもよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。日高さんへ、本当に日高さんの下で活動できて本当に幸せです。いつも本当にありがとうございます。日高さんのおかげでこの1ヶ月とても成長することができました。ハートもバディもティーネイジャーから駆け抜いてくヴィンテージ買い出しなんかもたっぷり見てきた。まだ見ぬ世界までは走ってみたい。なんかもたっぷり見てきたね。うまい。めっちゃ気持ちよかったです。でしょ？これだぜ。
ラップの楽しさを知ることができたし、新しい自分をたくさん見つけることができました。でも何より自分に自信を持てるようになりました。本当に日高さんには感謝しかありません。常に成長している姿を日高さんに見せれるように、これからもたくさん努力していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは1ヶ月間の合宿ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間ですが、振り返ると、濃い毎日でした。お忙しい中自分たちと一緒にいてくださったので、今ではもうあまり緊張せずいろいろと質問したりできるのですが、最近表情が明るくなったように感じていて、なんか目が優しくなったように感じていて何かきっかけがあったんですか？いや、わかんないですね。友達が笑顔にしてくれました。かっこいいな。Check a bone, check a microphone, just right a row. Kick out the west and such a night of bone. なんですぐできんねん。かっこいい。はい。0623フリースタイルを聞いた時は、とんでもない方と1ヶ月一緒にいたんだなと再確認しました。自分も一人のラッパーとして、さらに、自分やヒップホップを深く掘っていって本物のアーティストになります。まずは目の前のデビューという壁を破ります。トレーニング期間から、自分的には前ではなく横で共に歩いてくださっているような感覚があるので、置いていかれないように走り続けます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。大好きなボス日高さんへ、まずは1ヶ月の合宿本当にありがとうございました。お忙しいはずなのにずっと僕らを支えて引っ張ってくださり、本当にかっこいい日高さんがさらに大好きになりました。なんか細かくも大きくもどっちもいいけど、不安なポイントとか特にはない？声です。まあ、声な。声もさ、長くアーティストやっていくとさ、大体 100% でやれる日ってないから、ほぼ体調的に 80% ってこととベストが出せないってことはまた別の話だから、もう 80% なら 80%、60% なら 60% の自分を受け入れて、でベストは尽くす。60% のベストは手抜いた 100% には絶対勝てるから、そこは見せてほしいかな。僕にとって日高さんは小さい頃にダンスのレッスン後に車でライブを見てずっとラップの真似をしていた人だったので本当に名前を呼んでくださるだけでとっても今嬉しいです。トリプル A さんのライブ映像を見て始まった僕の夢が今では日高さんの下で追う夢になっていることがとっても嬉しいです。そんな僕がザ・ラストピースでデビューして日高さんの新しい夢になれるよう愛と感謝とリスペクトを大切に一歩一歩進んでいきます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。日高さんへ、まずは合宿ありがとうございました。ありがとうございました。自分はこの S のグループに全てをかけています。 MC バトルに出てた頃からデビューというものには特別な思いを持って13年間音楽をしてきました。日高さんと出会って数えきれないほどのステージに立たせていただいて、たくさんのトレーニング、一緒に食べた焼肉、ツアーの時に入ったサウナ、振り返ると楽しかった思い出がたくさんあります。日高さんが僕に教えてくださったことは、全て自分のものにして日本で見たことないレベルのグループにする自信があります。順位をつけるつもりは本当になかったんですけど、でもあれは見るとやっぱさすがに言わせてもらいたいです。あなたがナンバーワンでした。4年前は悔しい思いをさせてしまったと思うし、悔しい思いをしたと思うんだけど、あれがあったから今の僕があるんですっていう言葉ってよく聞くけど、今のあなたが言うことほど説得力のあることはもうそうそうないです。あなたは完全に過去の自分に一番かっこいい形でリベンジを果たしたと思います。ありがとうございます。
僕が最後に成し遂げなければならないことはスカイハイを超えることです。スカイハイさん、日高さん、市長は僕が一番尊敬している人です。トレーニーとしてやってきた4年間、日高さんの背中を見て成長してきました。4年間をかけてスカイハイというアーティストを自分の中で理解できた気がします。それを全て発揮します。僕は日高さんの誇りになりたいです。これからもかまし続けます。愛してます、日高さん。ありがとう。すいません、なんか手紙読めないんで普通にこれ伝えていいですか？日高さん、まずは改めて BMSG に僕ここに来てくれて本当にありがとうございます。日高さんから受け取ったたくさんの言葉や愛をこれからも絶対に忘れずに絶対にデビューを勝ち取って僕は日高さんにたくさんの恩返しと、愛を倍にして返したいと思います。今回はルイ、本当にパフォーマンスの節々から音楽愛してるっていうのがすごく伝わるし、その結果音楽にも愛されてるし、あなたと出会えた僕の人生は素晴らしいなと思わせてもらいましたし、今までやってきたことは間違ってなかったんだなと僕の人生を肯定してもらった気持ちにもなったので、改めてありがとうございます。ありがとうございます。今思えば、ザ・ファーストの頃ここで、いろいろなことを教えてくださったり伝えてくれたりしたことがすごい懐かしく、もう日高さんとは思い出がありすぎて本当に、パパですもう伝えきれないほどの言葉が本当にたくさん出てくるので、それはこれから、人生人として生活していく中で、たくさん伝えられればいいなと思います。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。日高さんへ、ここまで僕のことを選んでいただき、そして合宿中さまざまな場面で支えてくださりありがとうございました。二次審査の時からこれまで日高さんからいただけたお褒めの言葉がステージでの僕の自信になりました。高音が出づらい時期とかってありました？いや、なかったです。なるほどね。もうそのままね成長してくれたらとんでもないことになるんじゃないかな。今の魅力そのままで強調するとこより強調していったパフォーマンスっていうのをもっと見てみたいかなっていうふうに思いました。ではまた会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。僕は審査のたびに成長していると自分でも実感しているので、これからも成長を止めずに日々進化する僕、そして日高さんが知らない意外な僕をこれからも見せていきたいです。明日のアットザラストでは自分が主役を全力で食いに行くのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に今までありがとうございました。ありがとうございます。日高さんへ、トレーニーになって約3年、そこから今まで本当にたくさんの幸せな経験をさせていただきました。本当に感謝しています。デビューもしていないのにさまざまな会場でライブやオープニングアクトをさせていただき、その経験があったからこそ今このオーディションでも少しずつ成長したパフォーマンスが
見せられていると思います。歌入る前の目線の時点でもうちょっと勝ってるなっていうのを感じさせられました。あれは意識してたの？やろうと思いました。かっこいいね。もうそこまでいってるんですね。文句ないです。 What's your test drive どうしようもない5秒もいらない You know 超やばい Oh ハッピーバースデー！ハッピーバースデー！おめでとう！おめでとう！ミッションで自分はマーゼルにあの当時の状態で選ばれなくてよかったとさえ思っています。残りの審査も全力で臨むので、これからも何卒よろしくお願いします。お願いいたします。それは予想してなかったから俺普通にニットキャップかぶってきちゃったよ。いや本当にみんなありがとうございます。なんかそんなに人生はいいことばっかじゃなかったりとか、まあいいニュースばっかりじゃなかったりとかなんだけど、みんなが志している職業っていうのはそういうもうこれは人生飽きちゃったな、つまんないな、もういいことないな、やめちゃおうかなっていう人に、いやこの人たち見てると人生捨てたもんじゃないかも、希望を持っていいかも、夢持っていいかもって思わせるのがきっと君たちの職業だと思うんですけど、僕はすでにもうめちゃくちゃみんなを見て思ってるので、少なくとも間違いなく俺にとっては世界一夢を見させてくれるアーティストなのはもう間違いないです。今までみんな見てるだけでこんなことしたらどうなるんだろう、あんなところに立ったらどうなるんだろう、こういう曲歌ったらどうなるんだろうってたくさん夢を見てるし、君たちと会えた人生っていうだけで本当に俺は幸せ者だなと思わせてもらっています。最高の夢を見せてくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。明日はそれ全部こう刻み込んだパフォーマンスみんなで作りましょう。はい。でその後はしっかりまた向き合わせてもらう。それはもうそこはそこでちゃんとしっかりとやる、ちゃんと誠意持ってやらせてもらうから、さっき燃えてたくらいの感じに燃やしてやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。これ泣いてる。隣で泣かないで。隣で泣かないで。君もだよ。よいしょ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 。泣かないよいしょ。泣かないよいしょ。おはようございます。おはようございます。寂しくなってきた急に。1ヶ月間もいたから。確かになんか今になったら早いけどさ、それまでの記憶を思い出してみると何ヶ月ぐらいいたんだろう。なんか今真ん中です違う。うわ、広い。でっかでかっ。We know this is the only way. その炎を燃やせ。わあやば、ここか、これだ、この動線、あらお願いします。ステージ一緒に立って見えるものもあるだろうし、まあでもちょっと審査って感じもない。本当にこれもう卒業制作ですよね。だからね本当に言ったらね。
けます。いい感じです。はい。すごい言葉。めちゃくちゃ素晴らしい環境だなって毎日思います。今日はその分の恩返しも含めて楽しんで。はい、みんな発声一瞬やろう。はい。一瞬やろう。おー。はおー。おー。はおー。声を出すと少し元気になりますね。絶対合格できるように頑張ります。練習ちゃんとしてきました。はい。ちょっとなかなか体調不良で参加できなかった。黒なんですけど衣装。なんとなって。でも本当に真面目な話、駐車場入った瞬間ギュッとなったっす。めっちゃ思い出して。4年半ぶり人生が変わる、今日人生が変わる日だっていうのをね、これを体感した。でも震えてるもん今、なんかザ・ファースト出身者代表として見届けたいと思います。レッツゴーブロー。調子はどうだ。調子はどうだ。めちゃめちゃいい。楽しむ準備はできてるか。イエーイ。What's up, man? What's up, man? What's up? どうだどう調子は。 I'm so good, man. ダメそうです。いやめっちゃかっこいいね、みんな。震えちゃうわ、なんか内臓が震える、すげえ。みんなもうデビューの顔してるんで。うわーなんだ。これはありがとう。ああこうだった、そうだわ。どうですか、4年ぶり。危ない、もう吐けます。これ以上これいったら俺泣いちゃうわ。やばいやばい、俺が泣いてる場合じゃない。歌えこんなに夢もリアリこんな戯れやあ待った。そう若干っていう前向いてやんないとさバックダンサーっぽくなっちゃうから嫌で。そうだから超えてゆけかっこつけかっこつけ余裕はないね引きなんてないジャッジメントないジャッジメント Yes, 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 yes. なんとだって全力抱いてこっちへ行くぜ。うわヒーローだ。自分でSo green light, green light, green light. We're blasting up. Super single. Secret garden. この世界に君と二人。時間が過ぎるあっという間に誰にも内緒。Behold the secret. よろしくお願いします。
ではザ・ラストピース、メンバーのみんな入ってきてください。みんな準備はいいですか？準備はたっぷりしてきましたか？じゃあもう大丈夫ですね。もうバーサスプロアーティストまで超えて今回 With なので、同じアーティストとしてリスペクト持ってってことはマイク奪いに来るくらいの勢いと熱量でぶっ倒しに来てくれれば嬉しいです。安心してください。俺を倒すために俺がみんなの後ろについてるんでというわけで一緒に最高のステージ作りましょう。ここまで1ヶ月本当にありがとうございました。心からリスペクトしてます。本当にみんなかっこいいです。ありがとうございました。では行きましょうか。一律行こう。お願いします。お願いします。This is the last piece. At the last, you ready? Let's go! 誰のゲイで誰がプレイ、誰が決めた目の前のレイ、詳細はねえ、だがやめる理由にはならねえ。なんだね、ちょっとのライト飛ばせ、コマンネーム席の客的が独特だ。どうせはたりだろう、口ばかりだろう、叶わないのが夢物語だろう。野獣窓もみんなハロー、全てひっくり返したこの足跡を見る。宝探しなら手伝うでしょうね。昔よりも立ち上がったキャストを誇れ。自分だから早かりも雲の向こう。どんな夢もリアルになるのはこの体がしてる。行こう。諦めた方が楽さ、だから分かってた。でもどうせいつか朽ち果てるなら、散る場所は自分で選ぶさ。ラストやこれで全力を抱いてあのキスを越えてゆけ。かっこつける余裕はないね。引く気なんてないジャッジなんだ。最高だって命をかけて運命を変えに行け。もうビビってる場面じゃないぜ。君のその無謀を全て愛そう。もう何回目やら焦って濡れてるべ、全て失い夢。もう何周目ここが終点、ネガティブ振り切る夢中で財産なんざはたいた、あと命でもかけるしかないか。毎晩泣いた書いた、でも夢に呪われてはまたもがいた。君はいらないね、バイはなんか言われちゃったいだ。打ちかけてガキに咲いた花に手を伸ばした。漫画みたいな世界があなた、作者ならば神だ。まだ生きてたいな、その価値をくれたのは君たちだ。諦めたくはないんだ、まだ終われやしない。どんな未来が来るか知らないか、咲くのはここと決めたんだ。ラストヒットだって全力を抱いて君の傷を越えてゆけ。かっこつける余裕はないね。引く気なんてないジャッジメント。最高だって命をかけて運命を変えに行け。もうビビってる場面じゃないぜ。君のその無謀を全て愛そう。綺麗事を叫べ、夢やりそうに染まれ。自虐を受け飛ばせ。君のその無謀を全て愛そう。笑われようと笑え、夢や希望を伝え、その全てをつかめ。君のその無謀を全て愛そう。
お疲れ様でした。ありがとうございました。すげえな。めちゃくちゃいいステージだったんじゃないの。最高。レンどうだった？はい、もうマジで比喩とかじゃなく人生をかけて歌えたなと思ってるんで、すごくやりきった感満載で今楽しかったです。わかるよ。バチバチ出てたもんね。ステージでなんか出てんな今っていうのを感じる時ってあるんだけど、プロ20年くらいやってきて久しぶりに感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。大輝。はい、もうマジでめちゃくちゃでかいステージが見えた気がしました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう。俺もでかかったな。スタジアムみたいに見えたね。すごい大きい夢見させてもらってありがとうございました。ありがとうございます。ルイ。はい、もうなんだろう、もう音楽はもう最高っす。愛してます。本当にホットにクールにできて、このステージにまた立てて、よかったなと思います。ありがとうございます。いやー、本番すごかったね。俺も一回観客に戻されそうだったよ。4年前の忘れ物拾いに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バッチリ掴んだんじゃないか。太一。20点に怖がって平均点じゃなくて、もう本当に100点というか自分を超えれるように全力で楽しんですることができたと思います。だよね。本番すごかったじゃん、声。ありがとうございます。諦めたくはないんだ、まだ終われやしない。あそこまでやれたらもう自信ないなんて言えないよね。めちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。アダム。ありがとうございます。本当にもう今日は日高さんへの最大限のリスペクトを込めながら、文字通り俺が主役なんだという気持ちで歌わせてもらったし、本当大輝が言ってましたけども、このキャパじゃ収まらないぐらいの景色を僕も見えた気がするので、すごい楽しかったです。ありがとうございます。本当だね。ありがとうございます。俺もだってさ、めちゃくちゃ汗かいたもん。14個受けたから、14個魂受けたから、逃さないようにしようと思ってめっちゃやったから、俺もすっごい汗かいてる。そんくらいマジでみんなの圧すごかったです。よと。本当に本番はもう日高さんからもう本当にマイクを奪うつもりで、とにかく特に日高さんとアイコンタクトを取るところではマジで勢いよくいこうと思って、の声が枯れてもいいからめっちゃがなってやろうと思ってやってたんですけど、それがうまく成功してめちゃくちゃ楽しいパフォーマンスができたのでよかったです。本当別にがなれなんてなんならがなんないでもいいんだよって言ってんのに、本番でがなってきてあのクオリティだもんね。マジですごいね。かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうた。はい、この1ヶ月間と一緒にパフォーマンスできたみんなの覇気が背中を押してくれて、本当に後悔のないステージができました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に出てるね。なんかさ、静かに闘志燃やすとか言うけどさ、今日はメラメラ燃えてたね。あれがあんなゆうた見れたのが俺もめちゃくちゃ嬉しいし、1ヶ月の深みを感じました。はるくんどうだった？はい、もう自分の思いをもう全力でこのステージにぶつけることができて、もう本当に悔いはないし、本当にめちゃめちゃ楽しいステージになりました。ありがとうございました。こちらこそ声の圧すごかったね。いや俺本当にいろんなアーティストと共演ってさっきも言ったけど、いろんなラッパーとやってきたけど、こんだけラップで自分が主役だってマイク一本で分からせられる人久しぶりに見た。めちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。ゴイチ。はい、僕は一番最初のパートってことで、なんか本当に勝手に全員分の思いをもうこの数秒間で分からせてやろうみたいな感じで、最強のバイブスでもう臨めたんで、本当に、最高のパフォーマンスができたなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。マジで文字通りマイク奪われそうになったもんね。冒頭でね。
後ろから見ようと思ったんだけどカメラのことも考えて前から見たくなっちゃって前の方行ってそれでぶつかっちゃったっていう。ごめんね。でもマジで全然バイブスに一瞬も乱れがなくてさ、かっけえなって普通に思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。来季。はい、僕は今回一番初めに歌う僕のパートが日高さんと掛け合いみたいな形だったんで、すごい僕が食らっちゃわないかなっていうのは心配はしてたんですけど今日目が合った瞬間によっしゃこの人マジで超えたろうと思って本気でやって、でも歌ってると同時に僕この人ともっと大きいステージで歌おうっていう決意もできたんですごい楽しかったです。ありがとうございました。なんかバイブスのぶつかり合いはさウィズ今回バーサスじゃなくてウィズだけど最高にバーサス感もあるよね。あんくらいバイブス出してくれたことがめちゃくちゃ嬉しかったし本番が一番出てたね。ありがとうございました。ありがとうございました。青い。はい、そうですね。リハの時にちょっとだけアドバイスされたところとかあったんですけど、そこもしっかりとできたと思ってるし、本当にバイブスみんな揃えててめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね1ヶ月って長いなって葵見てると思うよね。こんなに成長するんだもんね。最後サビに行く時に葵にバイブス上げてもらったから俺も今葵が言った通り俺15人組やらせてもらった感じがすごいしてさ、踊ってる時にないからさ、そんな経験今までほぼ。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。カノン。そうですね、本当になんか一本の映画を撮り終えたような気分で、もうなんか言うことないというかもう出し切ったので、これで最終日を迎えられてよかったです。ありがとうございました。いやー1ヶ月の締めくくりにふさわしいステージだったね。俺もさ正直なんだろう、一緒にステージ立つのどんな感じなんだろうなみたいな、めちゃくちゃ乗せられた。俺もだから今すっごいスッキリしてて、カノンの言う通り一本の映画撮り終えたくらいの気分です。しかもその映画の主役はカノンでありみんなであり俺でもあるって俺が思わせてくれた。これが音楽の力だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ケイ。はい、今本当に今この瞬間に集中して全てを忘れてパフォーマンスできて、この1ヶ月間の合宿で得たこともですし、これまでのこの自分の本当に夢や理想に染まってきた人生をこの1曲にぶつけられたんじゃないかなって思ってます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。マジでポテンシャルすげえ見えたんだよな、歌ってる時に。なんかこう現段階でパフォーマンスをどう良くしようっていうことをさ、普段みんなも考えると思うんだけど、そういうのを乗り越えていった先のなんかアーティストとしてのポテンシャルのでかさ、どこまで成長するのかが分かんないことが分かってきたっていうか、すげえ想像を超えてきてくれたパフォーマンス、素晴らしい歌声ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてカンタ。はい、僕はこの合宿の1ヶ月間で学んだことをもうこのステージに全てかけて、もう自分のパートでもうこの空間をもう支配するっていうか飲み込むぐらいの勢いでやってやろうと思っててそれが多分自分なりに考えながら全部忘れてこのステージに集中できたって思ってるんで、楽しかったしすごい最高でした。ありがとうございました。ありがとうございます。本物のアーティストだけがこうまとうオーラみたいなのやっぱあって、気がついたらこんなにもそのオーラ色濃く出せる人になってたんだなっていうのを隣で俺もねめちゃくちゃ感動したんだよな。普通にもうあなたの人生の中でステージに立って歌を歌うっていうことは普通のことになったもんね。これはねアーティストの世界に飛び込んできてくれてありがとうございますって本当に思うし、可能性の深さにワクワクするよね。めちゃくちゃ面白い素晴らしいマイクパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。全員分話しちゃったよいやマジすごかったね。皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、アイルザさん。かっこよかったそれに尽きるよね。マジでかっこよかったです。マジで心からリスペクトしてるし心から愛してます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
やなんかだからマジで全員絶対いつかは世の中に出てほしいなっていうのは変わらず思うね。その感じをすごい感じます。本当タイミングバランスなんですね。メンバー間のバランス。いやマジで一生答え出ないもん。これは難しい。ちょっと先行してくんない？嫌です全然嫌です。いやそうっすよね。これがオーディションかという。ちょっともうあんま考えないようにしてます。もう結果は結果なんで、もう不安もありつつ、ちょっとどうなるかなって感じです。お待たせしました。まずは素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。シークレットガーデンのところにイメージ戻したりして、お話しさせていただければなと思います。次が最終審査。14人の時間がねすごい長かったんで、自分もこの立場ながら普通にこのままやっていきたいなっていう気持ちになってしまうのは正直なところなんだけど、最終審査は10人で行おうと思っています。では早速だけど名前を呼ばせてもらえればなと思います。シークレットガーデンは特にカノンが本当に素晴らしかったです。かっこよかったです。ありがとうございます。好戦的な意味じゃなくてアーティストの在り方として歌唱とダンス、パフォーマンスで BE:FIRST に挑戦状を叩きつけるようなパワーを感じたのはやっぱりカノンでした。Escape to the secret garden この世界に決めた二人時間が過ぎるあっという間に誰にも内緒 Behold the secret garden 実力もそうなんだけど、そこまでに向かう努力の姿勢とか誠実さとか、今全てにおいて BMSG が考えるアーティストの理想的な在り方を体現してくれてると本当に感じてます。あなたと出会えたことを心から誇りに思ってますし、あなたと出会えて嬉しいです。最終審査よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の中でもすごくいいパフォーマンスができたなと思っていたんですけど、5年後とか10年後とかにどんなアーティストになってるだろうっていう考えることがすごく多かったので、そういうことの解像度を自分の中で高めていったことが、今回のいいパフォーマンスにつながったんじゃないかなと思ってます。考えてることがちょっとずれてると5年とか10年とかいったらものすごいずれた人になってしまう可能性ってあるんだけど、あなたの場合本当に素晴らしい方向性に今迎えていると思うので、信頼してるし太鼓判を押せるのでそのまま突き進んでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Escape to the secret garden この世界に決めた二人ではケイ、いや本当にクレバーだなと思います。フィードバックとかアドバイスとかみんなにさせてもらうんだけど、あなたが一番その言われたことを言われたままにしようっていうよりは咀嚼して自分で考えて自分でアウトプットする、その時に
置いてくる勘どころっていうか、そういうところのセンスとか本当に素晴らしいなと思ってます。現段階でのポテンシャルも本当に高いし、シークレットガーデンにおいては歌が特に本当に良くて、欲を言えばラップでさらにもうちょっと突き詰めて頑張ってほしいところでもあったりもするけれど、とっても難しい楽曲だったと思うんだけど完璧だったと思う。ありがとうございました。本当にありがとうございます。今本当に言っていただいたことがものすごく嬉しくて、本当に日高さんからいただくフィードバックっていうのをめちゃくちゃ大切にしていて、絶対にそれをそのまま受け取ってより具体的に課題をクリアするにはどうしたらいいかっていうのをすごいルートを探りながらいつも練習を重ねてるので、それを言っていただけて本当に嬉しく思います。シークレットガーデンでは本当に結構後悔する部分も多かったので、最終審査では絶対にもうラップも歌もダンスもどの面においても BMSG の中心になれるようなアーティストになれるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ほら奴らがここを見つけ出す前にアダム、お願いします。正直なことを言うと、まだ達してない、実力的に達していない部分っていうのは感じたりもしてます。ただものすごいスピードでどんどん成長してくれるし、自分が成長するっていうことに対してものすごく意欲的だし、その姿勢はもう本当に素晴らしい。あんまり見たことないレベルのスピードで成長してってくれてるから、これどんどん続いたらどうなるんだろう、コツをつかんで伸びていったらどうなるんだろうっていう、そっちの想像のワクワクの方が正直に言うと強いです。この中だと最年長だけど、めちゃくちゃ若者なので人生が動いていくのもこれからだと思うし、その動いていく人生をここでやっぱり一発バシッと決めていってほしい、行くとこまで行ってほしいなと思う。成長しているアダムを見せていただきたいなと思って、最終審査もお願いしたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にこの1ヶ月は自分の人生でも一番成長できた1ヶ月だなって本当に心の底から思ってます。自分の成長に本当にワクワクしている現状は本当に当たり前じゃないと思うし、そういう環境を作ってくださっていることにまずはすごい感謝しております。こちらこそです。もう自分の夢はここにかけているし、絶対に最終審査で自分が成長した姿を見せつけてとんでもないアーティストになりたいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。お願いします。揺れて変わったになりやによそしてルイ、率直にめちゃくちゃ良かったです。本当にパフォーマンス素晴らしくて、声の魅力がまずドンとくるし、で今回も変わらずこっちはもう何行という歌詞を書いてやっと伝えているような感情っていうのを目線の動き一つで伝える力があって、もう魔力めいたものを感じている。パフォーマンスする時って今ルイはなんかどういうことを考えてるの？シークレットガーデンとアットザラストは個人的にすごいちょっと悔いが残ってしまったというか、それも伝わる。はい、クールさがなんかすごい強くなってしまうというか、いろんなステージに立たせていただいて冷静に客観的に自分を見るっていう視点がなんかすごい強くなっちゃって、なんか心に音楽をなんか灯せてないというか、やっぱそこがすごい悔しいので。冷静になってる時ってさ、その感情が冷静、それともなんか自分を客観的に見てる方の俯瞰で見る方の冷静？俯瞰で見る方の冷静。俯瞰で見る方の冷静だね。であるとするとそれはすごく良いことでもあって、実は今日もたまに感じたんだけど、
自分はテンションが最高潮になると自分がものすごく熱量を持ってパフォーマンスしてるのをここら辺で見てくれてる自分がいたりして、そいつがすごくいろんなことをコントロールしてくれるんだよね。良いことなんじゃないかな自分の経験上はとまず一個思ってる。でその上でプライベートでものすごい嫌なことがあった次の日にものすごいハッピーな曲を歌わなきゃいけない日も来る。その時に感情の手綱を自分で握れてると素晴らしいよねとも思う。俺感情の蛇口って呼んでるんだけど、自分で選んで全開にするから曲の中でもここもうバイブスでいくとこだっていうところでガッといったりする。感情の蛇口、感情の手綱を握る術っていうのは持ってみてくれたらちょっと嬉しいな。すごい抽象的だと思うし、ものすごいなんていうのかな、レベルの高いオファーだとも思う。4年越しに成長した姿を見れて、嬉しかったです。4年前も本当に素敵だったけど今のあなたが一番素敵です。かっこよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。愛し合った今日がまた昨日になった明日また会えるかな。そして大輝素晴らしかったです。ありがとうございます。大輝が昨日ちょうどスカイハイを超えるって言ってくれたと思うんだけど、ぶっちゃけすでに俺はもうあなたに憧れてるところまである。そのくらい素晴らしいアーティストだと思うし、俺もこうなりたいって大輝見てて思うこといっぱいある。こんな人になりたいって心から思うし、実際にステージに立ったらバイブスだし、外しちゃいけないとこは絶対外さないけどかますとこは誰よりもかます。めちゃくちゃかっこいい、本当に素晴らしいアーティストだと思って心から尊敬してます。欲を言うとやっぱ今日の「アット・ザ・ラスト」とかを見てるとこのくらい感情が深くまで入った「シークレット・ガーデン」って例えば見れないのかなとか、熱くなれる曲ってあると思うんだよね大輝の中で。で「シークレット・ガーデン」ってそういうものではまたないと思うんだけど、シークレット・ガーデンで書いてあるような歌詞を実際に心から言えるような感情までたどり着いてほしいなと思う。いろんな経験していろんな感情の幅広げてってほしい。そしてかっこいいパフォーマンス次も見せてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シークレットガーデンはなんか自分の中でも入りきれなかったところが正直あって、オーディションでカメラが回っててベルビーファーたちが見ててみたいな状況に置かれると、なんかまだ入り込めないっていう心の部分が自分にあったんだなと思って、すごいなんかそこでちょっと落ち込んで、くそと思って、なんか自分の中で一気にバッて入るやり方をちょっと模索してみたりしたんですけど、最終審査もしっかりとそこで入り込んで、ステージを想像させるようなパフォーマンスができるように頑張ります。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。今だけは使いに二人邪魔させやしないのバリ誰にもないしゃ来季、お願いします。お願いします。クオリティが本当に高いです。持ってる声もあるけど、やってみようと思ったら声の幅もいっぱいあるしレンジも広いし、例えばグループにあなたがいるよってなった時に作れる曲がたくさんあったり、歌ってみてほしい曲もやっぱすごい浮かびやすい。よく本当にその年齢でそこまで高いレベルまで磨いていったなと、数えきれないほどの努力があっての今なんだろうなと思うから、まずは本当その努力をしてきた自分に感謝してほしいし、その努力をしてきたあなたと会えてる自分に僕も感謝してます。その上で課題はもう正直昨日もちょろっとスタジオでお話ししたと思うし、
若干明確なところでもあったりはする。パフォーマンスにおいて気になる部分っていうのが。僕は今パフォーマンス中考えてるように見えてるんですかね。いやあんまり。やっぱこっち系の曲はそういう意味ではやりやすいかもね。全く考えてないですし。バイブスでいけるじゃん。だからかっこつけるのになんかやっぱ癖があると思うんだけど、その考えない今は考えないってことを意識したりするだけで全然違うんじゃない、まだ。ありがとうございます。で最終的なアーティストとして来季がどういう形を見せるのかっていうのは、まずは本当に来月を本当に楽しみにしてる。期待してます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分が思ってた以上に褒めていただいたので、現実かわからないぐらいなんかちょっと嬉しくてふわふわする気持ちもあるんですけど、 100% 来季かっこいいっていうパフォーマンスはできてるかなっていうとあんまできてない気もしているんで、次の最終審査でかっこいいパフォーマンスしてデビューをつかめるように頑張ります。必要ない君だけ見てたい。そしてカンタ素晴らしかったです。ありがとうございます。1小節引きで取られた時にあそこまでダンスで鳴ってる音を見せつけられると、まあ音楽が喜んでたし、作った側の俺もめっちゃ嬉しかったし、音楽好きな人は本当に嬉しいと思う。ここまでいろんな曲やっていろんなパフォーマンスやってもらって、その最後の決め手がまたダンスなのかって思ったらごめんなんだけど、でもそのくらい素晴らしい一瞬だったりした。で全体通しても本当にもう歌って踊るっていうことに関してレベルが高いし、そこであんだけインパクトを残せるっていうのはもうアーティスト以外何者でもない、しかもものすごいレベルの高いアーティストである。とはいえよし今年デビューするぞってなった時にもっといてほしい歌唱の技術っていうのはまだあるのも事実。そういったところを磨いた状態でどこまでいくのかなっていうのを個人的にはすごい期待しております。取り組むこともシンプルだと思うのでめちゃくちゃ頑張ってほしいなと思っております。よろしくお願いします。この一緒に合宿1ヶ月していく中でやっぱり自分の歌唱能力についてトレーニング期間を積んできた方とかよりはそれは全然始めて間もないのもあるし、経験の差があるかなっていうねっていうので実力の差は感じたりとかはしてるんですけど、マイク一本握って声だけで空間を支配っていうか周りをもう持っていくっていう、それを兼ね備えたアーティストとして自分は活動していきたいと思ってるので、次の審査もよろしくお願いします。お願いします。Before the secret gardenゆうたよろしくお願いします。本当に今のあなたはアーティストとしても一人のゆうたという人間としても本当に素晴らしいなと思うことばっかりです。今は自信みたいなのはどうですか、自分に対して。そうですね、なんかこんなに自分に自信を持てる日が来るんだっていうぐらいに自信に満ち溢れてます。いいですね。はい。もうすでに分かってくれてると思うので今ことさらに言うことではないんだけど、今あなたが積み上げたもの、それを積み上げるためにあなたの周りに今までいてくれた人たち、そして今いてくれてる仲間、そういったところのことを思ってどんどん自分を愛してあげてほしい。もうこんなに頑張ってるんだから絶対愛されていい。そしてあなたがもっと自分に自信を持ってもっと成長できるっていうことを俺もすごく分かってる、俺もすごく知ってるから、
どんどん愛してあげてほしい。俺もものすごい雄太のことを素晴らしいなって思ってるし愛しているし、みんなそうだからガンガン頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この1ヶ月間でずっとなかった自信が取り戻せてきたというか、昔はあった自信がちょっとずつ取り戻せてきていて、それにプラスしてなんかどんどん新しい自分だったり、なんか好きな自分が増えていて、なんかそういう環境をこうやって用意してくださって本当にありがとうございます。こちらこそです。最終審査ではもっと自分を愛して、もっと周りの人をリスペクトして、かっこいいアーティストユータを見せたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。君しか見えない。5-1、素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。シークレットガーデン行くにあたっての5-1にお願いしてた課題ってすごい抽象的だったと思うんだよね。この5-1スタイル1本でトッププロと戦うんだったら天井が見えたみたいなやつってあるじゃん。1回目の天井が見えてきちゃってるんだよね。これはぶち破ってもらわないといけない。感情を深掘りしようよとかさ、幅広げようよって1週間とかだとむずいよなと思ってたから、どういうふうに受け取ってどういうふうに成長してくれるんだろうっていうのは楽しみでもありつつ結構ハラハラした部分でもあったんだけど、結果本当に素晴らしかったです。どういう曲かっていうのがやっぱミュートで見てても伝わる、声聞いてるだけでも伝わるし、パフォーマンスの中に入れ込んでくるアティチュードも5-1ならではのものだし、ものすごくナチュラルだった。すごいなと思ってます。これをそのまま続けてほしい。はい、今まで描いてた理想のアーティストの5-1を超える素晴らしいアーティストの5-1を想像しきってほしい。いけそうかな。いけます。いつも抽象的なことばっかり言ってマジで申し訳ない。なんだけど確証を持って言ってるのも事実だから、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この1ヶ月の合宿とか、それ以前に培ってきた、自分のその練習とかのその足跡をそのまま、壊した天井にぶん投げて、そのままラストピース掴みます。よろしくお願いします。表現がラッパーだね。ありがとうございます。ありがとうございます。Because the secret garden太一素晴らしかったです。ありがとうございます。疑似プロの発表の時とかはやっぱりもうここまでかなみたいな顔をしていたように感じたんだけど、今はまた強い自信を持たれているように感じるので、今それをことさらに言うことでもないのかなとも思うんだけど、改めて本当にあなたの能力とポテンシャルは本当にとんでもない、えげつないところまでいけると思う。確証してる。なのでこの先何か不安になることがあったらスカイハイをなめるなって心に唱えてください。スカイハイがここまで言ってんだぞっていう気持ちを持ってほしい。今まで日高さんに言っていただいた言葉とか、今言っていただいた言葉とか、ちゃんと自分の胸に刻んで、なんかこれから最終審査があるけど、なんかこう自分の中で自分のことを否定したりとかっていうのは絶対したくないなっていうふうに今思ったし、今まで培ってきたものとか自分で積み上げてきたものを自分で一番信じてあげて、本当に5年後10年後
自分はこうなるんだっていう強い意志をこれからお見せできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾ききったどっかに背を向けた Watch thisまず前提として本当に素晴らしかったシークレットガーデンもアットザラストもあの時のパフォーマンスがああだったらこうだったらっていうことではなくて、まずは本当に素晴らしいパフォーマンスしてくれたっていうことに心から感謝しているし、それだけは誰が何言っても事実なんで、自分が素晴らしいパフォーマンスをしたアーティストだっていうことはぜひ受け止めてください。具体的に言えることがあるとしたら、例えばレン本当に素晴らしかった。シークレットガーデンも素晴らしかったけど、今日のアットザラストはさらに素晴らしかった。レンっていうアーティストがどういうアーティストになるのかっていう想像をこちらに与えてくれるには本当に十分だった。なんだけれども同時にその姿が具体的になればなるほど、多分2025年6年とかにデビューして30年とかに何年目とかの選手になった時に、今あなたが描いているかっこいいアーティストの姿をアップデートした方が絶対に良いなと思っている。それは方向性を思いっきり変えろっていうことではない。あなたが思ってるかっこいいを変えるっていうことではなくて、2025年いや2030年に世界で活躍しているボーイズグループのメンバーのかっこいいっていうものにアップデートする意識は一つ必要になってくると思う。歌とかダンスのスキルは申し分ないのだけど、もっと上のアーティストに行けると思う。もっと描ける。もっとかっこいいレンを俺も容易に描けるし、あなたもすぐ描けるようになってくれると思っている。なので今回は本当に申し訳ないけれども、どうか理解してくれると嬉しいなとも同時に思っています。まずは踏まえてもシークレットガーデン、今日のアットザラスト素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございました。はるくんは例えば自分はもうすっかりこの1ヶ月くらいのあなたのそのラップのファンになってしまって、アーティストとしてデビューして今回はこういうの今回はこういうのっていう違うスタイルを経験するよりも、こういうことをやりたいなっていう自分がやりたいものを無邪気に純粋に突き進んでる時だと思うんだよね。あなたが思うこれやりたい、これ好き、これ楽しいっていうのを一方向をゴリゴリ掘り進めることをどうかやってみてほしいなと思っている。今は本当にこれ好き、これ楽しい、これやりたいだけをゴリゴリやってくれていい。それをより深く知っていっぱい聞いていっぱいトライしてっていうことをやる期間を作ってほしいな。その後に生まれるアーティストの春の姿を見たいと心から思っています。今回はここまでだとも思ってる。本当に素晴らしいパフォーマンスここまで見せてくれて、心に残るバースいっぱい作ってくれてありがとうございました。ありがとうございました。そして葵も、どんどん本当に週ごとに成長して週ごとに素敵なところを見せてくれるので、来月になったら間違いだったかなって思わせてくるんじゃないかっていうような底知れなさもある。そんな素晴らしさをあなたは持ってるんだけれども、少なくとも現段階で、グリーンライト、ブラストオフ、シークレットガーデンっていう3つだけでもどうしても似合う曲と少し早く感じてしまうもの、少し似合わなく感じてしまうものっていうものが存在しちゃう、今のままだと。から今はより音楽に対してできたらオタクになってほしいなとも思う。こういう音楽ってなんで好きなんだろう、なんでこの曲好きなんだろう、こういう人が作ってるんだとか、他にどういう曲作ってるんだろうとか、
みたいな感じでやっていくと音楽の海の深さに気づくと思う。多分そしたら音楽今も十分好きでいてくれてると思うんだけど、もっと好きになってくれると思う。そしたらもっと音楽に愛されてもっと素晴らしいパフォーマンスができると思う。こんなにいっぱい武器持ってる人なかなか見たことがないので本当に心から尊敬しているし、もう1曲でもあと2曲でも何回でもパフォーマンス見たいと思ってるんだが、今回は見送らせてほしい。本当に素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。そして亮斗、あなたの場合はまた少し違くて、逆に歌声一つで全部黙らせられるポテンシャルだと思ってもいる。リアルに50年に1人とか100年に1人とかそのくらいの頻度でしか出てこない声の持ち主だと思っているから、何人組であってもおそらくどのジャンルであっても毎曲ワンフレーズは絶対ここはもうスーパー亮斗パートだねっていうのを作れる気がする。あなたがいるグループっていうものを僕が作った場合に作りたくなる曲のアイデアも無数に膨らむ。クリエイターにとって本当に一番欲しい声の一つだと思ってる。だから同時にパフォーマンスで実際流れで見ると集中を切る役目をしてしまうのも実はあなただったりする。このパートの亮斗めっちゃいいなって思った後にどうしてもね亮斗自身の集中が切れる瞬間が出ちゃうんだけど、あなたはその声の分もっと背負わなきゃいけないカリスマがあって、その声を持ってる人っていうのはやっぱ歌い出した瞬間にみんながチラッて見ちゃうんだよね。歌い入る前、歌い終わった後、歌ってる時の所作みたいなこと、そういうの全てに責任が生じてしまう。つまり一言で言うと、あなたの全体のパフォーマンスするアーティストとしての意識が届いていない。一曲の中で集中し続けること、一回の練習の中で集中し続けること、音楽に対しての集中力みたいなのってそのまま音楽に対しての誠実さにもなるし、自分の歌を聴いてくれる人にとっての誠実さにもなる。そこもう一個深くなってほしいアーティストとして。その歌声をこのタイミングで世に届けられないっていうのは俺もすごく悔しいんだけれど、今回のラストピースでのデビューっていうのは見送らせてほしいなと思っています。素晴らしい成長をたくさん見せてくれてありがとうございました。ありがとうございました。本当にまずは1ヶ月間たくさんの努力を、たくさんの夢を、たくさんの日々を過ごしてくれて、まずは本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしていざ次の日常に向かって頑張りましょう。いろんなことあると思うんだけど、1ヶ月で全員に言えることはものすごく成長したっていうことで、ものすごくそれを作る日々っていうのがやっぱり当たり前にあるものではないから、その尊さを忘れないでほしいなっていうこと。それを作ったのが俺もそうだし、周りのスタッフさんもそうだし、堀内のおいしいご飯もそうだし、でも何よりあなた自身が頑張ったから作れた日々なんで、自分に本当に感謝してあげてほしい。こんなに成長できた人本当にいないから、どうか自分にめちゃくちゃ感謝とリスペクトをして自分を愛してあげてほしいっていうのはまず大前提として強くあります。本当に重ね重ねありがとうございました。ありがとうございました。マジ帰る気なかったから全然荷物が。お疲れ様です。お疲れ様です。結構パッとの時にずっとニコニコしてたけど、っていうのが、みんなの思いもめちゃくちゃ分かるんで、もちろん自分が分かることも嬉しいんですけど、なんていうか他の子が分かってるところの見るのもめちゃくちゃ嬉しいなって思います。ありがとう。本当にめちゃくちゃかっこよかったんで、もっといろんな姿見てみたいっていう気持ちでいっぱいなんだけど、ここまでで申し訳ない。ありがとうございます。こちらこそ。なんかもっと自分の
やりたいことを探そうって思いました。まあ、素晴らしかったんで、それでも本当にありがとう。ここまでになってしまって本当に申し訳ない。ちょっとめっちゃ本当に特に今日めちゃくちゃかっこよかったです。本当にありがとう。ごめんな、本当にありがとう。本当にごめん、申し訳ない。本当にありがとう。本当に素晴らしかったから、それだけは本当に事実だから、本当にごめん、ありがとう。ありがとうございます。本当に最後の最後まですげえ歌声聞かせてくれて本当にありがとう。ありがとうございました。本当にこんな声の人いるんだなっていう驚きの方が多くて、もっといろんな曲聴いてみたい気持ちの方が正直強いんだけど、俺も何してんだって多分画面の向こうから言われると思うんだけど、本当に出会えて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。音楽って改めて楽しいんだなっていうことを気づけて、最後に日高さんに言われたことも自分でも疑似プロあたりから気づいていたことではあったので、それを改善してまたどっかの機会でリベンジできたらなって思います。本当に多分世界を変えれるレベルの歌声を持ってるから、逆に言うとその声に責任持てるくらいのアーティストになって世界を変えてほしいなって思います。はい、本当にありがとう。ありがとうございました。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。本当にこんなことあるっていうくらい1ヶ月でいろんな顔見せてもらって、そのどれもが素晴らしくて、こんなに本当にすごかったから、本当にこのタイミングじゃなくて申し訳ないと思うんだけど、本当に素晴らしいアーティストだって心からリスペクトしています。めちゃくちゃすごかったです。本当にありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。泣かないでやろうと思ってたね。本当に僕もめちゃくちゃ頼りになる人で、本当に素晴らしい人たちなので、これからも自分たちの目標に向かって頑張ってください。応援してます。本当にみんなと過ごせてよかった。本当に追いつけるように頑張るんで、本当にありがとうございます。マジすごいよ。すごい。頑張ってください。ありがとう。
体育の声かけたんお前心開きすぎけどなら心開きすぎいやでも絶対ねやり続ければねかなと思うからありがとうございます。頑張って頑張ってください。ありがとうありがとうございます。ありがとうね絶対諦めなきゃダメ次は負けねえからありがとうマジそういうマジででもこれありがとう。いやーかっこよかったもん。ありがとう。頑張ってください。マジである問題が今回合宿期間で大きかったから僕もありがとうございますごめんな。マジでお前だけには負けたくねえと思ってやってたからマジで次は勝つ絶対にお前超えてやるよ。マジでライバルで相棒だと思ってるからそれもだよステージで頑張ってください。大好きだよ。俺はその年でやってたら絶対無理だったからまた同じステージで楽しみにしてるから大頑張ろうね。うんその監督マジでかっこいい全部言ってるからはい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな頑張れよ頑張って頑張れよマジで次ここにリベンジしに来るのマジ楽しみにしてるからありがとうありがとうございました気をつけてね。頑張って。ありがとう。またね。あいつマジで。バイバイ。バイバイね。おー、翔なんやねんもうやってもう多分飛行機でも一人でショーやってマジ頑張ろうね頑張ろう一番でっかい夢を見れるグループ作りますよ。最後は夢を信じきる力を見せてくれる方がメンバーになるんだと思う。夢にあふれる世界にしたい。最終審査ラストステージを開催いたします。
BMSG にとっても一つの集大成になるこのステージ、一緒に夢を見れていたこの期間を心から嬉しく誇りに思います。